ナス全部入れます。でこの香りもですね立てながら柔らかく煮ていきます。で仕上げていきます。基本的に和えるだけです。はい、こんにちは、シェフのハビエです。今日はナスのラグーパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。まずはラグーソースの方がナス、豚ひき肉、にんにく、塩、黒胡椒、白ワインです。でパスタの方がスパゲットーネ、トマトピュレ、バジルです。はい、それでは今日はですね、これからの季節、たくさん出てくる夏野菜の代表格のナスを使って、保存も可能なラグーソース作っていきます。このラグーソースを使ってトマトで伸ばしてナスのトマトラグーパスタっていう風にしていくんですけど、他にもですねこのラグーソースは、クリームベースで生クリーム加えてクリームベースにしても美味しいですし、他にも普通にプレーンにして食べてもですねビアンコベースで食べるっていうやり方だったりとか、あとはちょっと変化球で中華風に豆板醤加えてですねやっても本当に美味しいレシピになってます。この1パックの量を使ってこれからですね早速作っていきます。はい、今日はですねこの普通の千両ナス使っていくんですけど、皮もそのままですねもう頭だけ落とすっていうことをしていきます。で今ナスがですね帽子かぶったような状態になったので、このギリギリのところで落とす。ではもう半割りにして、でもう半分にして気持ち大きめにカットします。このナスを全部カットしたら、ボウルに加えて水で軽く洗っていきます。通常はアクを抜くという考え方で水にさらしていくんですけど、今日はですね軽く煮込んでナスを柔らかくしていくので、効率よくナスに火が入るように軽く水分も含ませてあげるイメージで洗っていきます。これをざるで水分を切っておきます。はい、まず潰したにんにくと薄いオリーブオイルを加えて、で火にかけてにんにくの香りを軽く出していきます。はい、それではにんにくがふつふつしてきたら、今日はここで豚のひき肉加えます。でまだですね味も何もつけてない状態なので、ここで今日はダイレクトに塩、強めの塩です。2振りぐらいで黒胡椒多めに。そしたらまずは豚を崩してそぼろ状にします。で火はですね中の強火ぐらいでひき肉をしっかり炒めていくという作業をしていきます。で今日はあくまでも主役がナスなので、ひき肉はですね本当にうまみがちょっと入るという感じで、ナスが8に対してもひき肉が2ぐらいのイメージです。でそぼろを作って、で豚のひき肉をですねこう炒めていくと、もうこのじゅわーっとですね豚からも脂が出ています。で今日はこの脂も利用して豚の脂の中にここにんにく塊しっかり香りを出しながら炒めていく。で今軽く炒めていって豚肉の色が変わった状態です。でここで次のですねナスを加えたりってしてもいいんですけど、ひき肉系はですねここから焼き色をしっかりつけると、より臭みがない香ばしいラグーソースにすることができるので、ここからですねさらに炒める。でにんにくの芯はですね外しておきます。で豚肉ですね炒めていくとどんどんですね水分が抜けてってシャカシャカした音に変わってくるので、そこまでいったらナス加えます。で今日はこの油は切らないです。その理由はこの大量のナスが入るからです。でナス全部入れます。でナスが入ったらまた強めの塩ここで振ってください。そしたら今この豚から出た油とオリーブオイルににんにくの香りが溶け出したこのオイルをナスにコーティングする、なじませます。まず油なじませる。はい、油がなじんだら強火です。で強火にしてちょっとしばし炒めていきます。
これで炒めて、次のですね白ワイン入れるまでのこのナス炒めるポイントは、こう油吸って炒めていくと、どんどんちょっとナスがですね小さく、一回り小さくなっていきます。そこまで炒めていきます。はい、それでは見てください。ちょっとですねナスが小さくなったのがコロンとしてきたんですよ。このナスがですね小さくなるというよりはちょっと丸みを帯びてくるので、そこまでいったら白ワイン加えていきます。でこの白ワインの水分を使ってナスを完全に柔らかくしていくイメージです。でこの白ワインは今日はあくまでもイタリア料理なので白ワイン使いましたけど、ここ料理酒とか日本酒でやってもとても美味しく作ることができるので、家にあるお酒でやってみてください。でお酒が入ったら基本的にですねまだこの強火の状態でですね、まずアルコール分を飛ばす。でちょっと水分がなくなってきたので、そうしたら中火に落として、ここで約5分ほどですね煮ていくと、もうナスにしっかりと油と水分が馴染んでですね柔らかくなるので、その状態まで煮ていきます。でそしてですね、あくまでもナスが主役のラグーソースなので、しっかりとした香りとかパンチも欲しいので、黒胡椒、でこの胡椒の香りもですね立てながら柔らかく煮ていきます。はい、それでは今5分ほど経ったんですが、もうナスが小さくなって火も完全に入っている状態です。であとはですね、ここからちょっとニンニクを探して、ニンニクどこでしょう。ニンニクいました。でこのニンニクを潰します。で潰して中のですねニンニクの香りも一緒にこのラグーに混ぜ込む。そうするともう美味しいラグーソースですね。でこれでですねもう容器とかに入れて保存が効くんですけど、皆さんちょっとこの中に油結構溜まってると思わないですか。でこの油通常パスタ料理にするときはもうちょっとですね多すぎる場合はペーパーとかで拭いてしまうんですけど、この油は今日はオリーブオイルと豚の油なので、保存した時にですね豚の油というのは固まります。なので固まった方がより保存も効くので、このままもう容器に加えて冷蔵庫に入れる。そうするとですね固まった状態になるので、それをフライパンに開けて温めて使うようにしていきます。で今日は力強いトマトラグーソースになるので、それに負けないぐらいの 2.4 ミリのブロンズダイスの太麺を茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して30グラムの塩が入っています。はい、それでは先ほど作ったもうこのナスのベースを入れて、だいたい4人前ぐらいあったんですけど1人前加えて、あとはですね今日はトマトピュレパスタタイポモドーロ加えて、基本的にこういうラグーのベースはですねもう自分が作りたいパスタに伸ばすだけです。トマトベース加えました。このラグーのベースと和える。でトマトだけではちょっとですねボテッとしたトマトソースパスタになってしまうので、茹で汁を少し加える。そうするとで混ぜてあげるとですねこうちょうど滑りのいいトマトソースになるので、これに茹で上げたパスタを加えて仕上げるというやり方が基本的な作り方です。であとはここにですね濃厚なこの油がしっかりと噛んだこのナスのラグーでひき肉が入っているので、すごく濃厚なラグーソースです。で最後まで食べ飽きないようにさせる工夫として、ここにちょっと一味唐辛子軽い辛みと、あとは仕上げにですねバジルの爽やかな香りを加えていく感じです。でベースが沸きました。そしたらですね念のため味見を。でここでラグーのベースですねしっかりと塩も決めてたらこのままでもいいんですけど、パスタタイポモドーロ味がついてなかったので軽く塩で味を整えます。でもう少し茹で汁入れて、はい
これでパスタの茹で上がりを待ちます。はい、それではもう間もなく茹で上がりなんですけど、ちょっとですね置いとくとまたソースもねすぐ乾いてくるので、そしたらその都度ちょっと茹で汁を足してあげて、滑りのいい状態を保ってで仕上げていきます。あとは基本的に和えるだけです。で最後この中を一回沸かして熱々にして、で最後にバジルの香り、フレッシュな香り入れます。はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでナスのトマトラグパスタ完成です。はい、それではいただきます。皆さんこれも太麺にバッチリあって最高ですね。ひき肉も入ってるんですけど、ナスの香りとかですね、旨味がしっかりとある状態で、口に含むとですね、ナスがとろっと溶けるような状態なので本当に美味しいですね。でまずですね、美味しいナス料理を作るためのですね一番のポイントは、油の量少なめよりは多めの方が美味しいです。で油が少ないとどうなるのかっていうと、ナスは炒め方が甘いというか足りないとですね、どうしてもやっぱナスのネガティブな部分が出てきてしまって、青臭さだったりとか噛んだ時にですねちょっと臭さが出ちゃうんですよね。なので焼き切ることが大事だから油結構使うっていう感じなんですよ。で今回はこのオリーブオイルプラスですね、豚の油をあえて拭かないで一緒にナスに含ませるっていうやり方をしたので、ナスにですねしっかりと火が入って甘みが出てるっていうような状態ですね。冒頭でも組み合わせの話は軽くしたんですけど、最近僕がやってるものだとこのナスのベース仕込んで、実山椒とかがあったのでそれを刻んでですねビアンコベースにして、パスタとして食べたりとか、実はですねご飯との相性がとても良くて、そのまま温めてもうご飯にのせて丼にするだけでも一品になるので、とても重宝するラグーのベースです。はい、ごちそうさまです。今日作ったこのナスのラグーベースなんですけど、必ずですねこの夏大活躍すると思うので、ぜひ、作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。